えっとこういうのしょうこちゃんは得意そうだにゃ。私か。こういうのはジャンルが違くて、ゆかさんの方が向いてそう。素早く動くのとか得意では。そうですね。ランニングや足さばきとかならって、そういうことじゃないですよね。私もどう取り組めばいいのかは。おはようっせ。ってあれ、みんなどうしたんだ？テンション低いな。プリヴェット、おはようございます。プロデューサー、遅くなりました。それでよって？あ、待って、当ててみせよう。このパターンってことはズバリノンボヤピエスニャ。新しい曲ですか？なあ、取られた。なあにゃイズビニッチェ、ごめんなさい。なお、プロデューサー、聞かせてもらえますか？そうだ、新曲早く。おお、いいじゃん、かっこいい。このサウンド、なんつうの？トランス？難しそうですけど、楽しみですね。みんなで歌ってどんな歌になるか。だな。今回はこの5人で歌うってことだよな。いいパフォーマンスにしような。頑張りましょう。はい。ミク、ショウコ、ユカ、どうしましたか？風邪ひきましたか？もう春ですよ。そうだよ。なんでそんなテンション低いんだよ。新曲だぞ、新曲。あ、もしかして花粉症？違うにゃ。曲をもらえるのはすっごく嬉しいよ。やる気だってあるもん。でもこういう曲はどうしたらいいんだ。クールでシャッハーできないですね。今まで私は可愛い系の方向性を目指して活動していたので、戸惑ってしまってご迷惑をおかけしてしまうのではないかと。考えすぎじゃないかって思うけど、こういうのって自分がイメージできないとな。なあ、プロデューサーさん、何かないのか？みんなができそうって思えそうな動画とか資料とかさ。おお、これ全面モニターのセットなのか？すごいじゃん。お金かかってそうだな。とってもクール、かっこいいですね。かっこいい。でもこのセットで猫耳つけてニャンってしてもいいのかにゃ。よくはないだろうな。かっこいい曲だし、このステージだし。ですよね。クールクー
ール。あ、すまん。ごめんなさい。驚きました。翔子、どうしましたか？このステージで歌う自分をイメージしてみたけど、ちょっと違う。プロデューサーさん、私たち本当に大丈夫でしょうか？でもみんな自信なさげだけど。新しい一面。でもミク猫キャラは外せないし。こういう曲はキリッとミント味な感じだろ。私はしいたけくんのだし風味だしな。私で言ったら可愛い以外の方向性ということでしょうか。つまり空手ってそれはアイドルとは違うし。まあ悩んでてもしょうがないじゃん。とりあえずここからレッスンとかいろいろあるわけだし、やってく中で見つけていけばいいんじゃないか。なお、とてもいいことを言いました。今は目指す星見つからなくても立ち止まらずに歩いていけばきっと。そうか。新しい森に行ってみたら新しいキノコに出会えたりするもんな。そうですよね。悩むよりも行動、その方が私らしい。みんなポジティブだにゃ。まあそうだよね。せっかくのチャンスだもん。ミクもなんか考みんなテンション上がってきたじゃん。よーし、じゃあもう一度改めて5人で最高のパフォーマンスにしよう。おお、クールにクールクールクールなんちゃって。何が来るの？みくちゃん、しょうこちゃん、お疲れ様です。どうした？何が来るんだ？あ、もしかして中二的なあれ？あー、ランコちゃんとかアスカちゃんが言ってそうな気がする。来るみたいな。あ、もしかしてクールっぽさの練習？そのクールさはちょっと違うんじゃ。違います。でも違わないかも。おっしゃる通り、クールとは何か、かっこよさとは何かを考え込んでいました。ゆかちゃんは本当に真面目なんだね。なんか言ってあげたいけど、ミクもどうすればいいか悩んでるところだし。一緒に悩むくらいしかできない役立たずだ。そんなことはありません。こういう時、一緒に悩んでくれる仲間がいるのはとてもありがたいことです。ミクもそう思う。まあまずはやることやっちゃおっか。そろそろレッスン始めよう。
様でした。振りはだいぶ入りましたけど、やっぱり難しいものですね。気持ちの入れ方とか表情の作り方とか。ついニャンニャンスマイルで決めたくなっちゃうけど、この曲には合わないもんね。なんかこのままでいいのかな。そうだな。キノコ探しで迷ったまま進み続けたら愉快で迷子だ。それはやばいにゃ。早く引き返して。かつて師匠に言われたことがあります。迷いは型に現れる。迷いを抱えたまま形だけなぞらえてもいい結果にはならない。強くはなれないと。型って空手の？そういうものなんだ。って今まさにミクたちもそうなってるような。迷いがパフォーマンスに出て迷子。それじゃまずいよね。どうする？もう一回ピーちゃんと話してみる？じゃなかったら師匠に聞くとか？新しい面を見たいと言われたからには、まずは己と向き合ってみようかと思います。きっとプロデューサーさんはできないことを要求したりしません。ゆかちゃん大人だね。しかし迷っていたんですね、私たち。迷った時は、そうか、何かに迷った時、私はいつも心に浮かべる場所があります。そこでなら何かが。ねえねえ、そこミクも一緒に行っていい？もしかしたらなんかひらめいちゃうかも。私も今は何でも試してみたい。お二人ともぜひご一緒に。初めてだときついかもしれませんけど。きつい？足がしびれたっけ。ねえゆかちゃん、これあと何分やるの？きつかったにゃ。すみません、二人とも付き合ってもらって。空手をやっていた頃、心に迷いが出た時はひたすら瞑想していたことを思い出して。そうだったんだ。通りで正座姿が決まってるはずにゃ。ゆかちゃん、空手はずっとやってたんだよね。はい、小さい頃からアイドルになるまでずっと青春を全て空手に捧げてきたので、もともと可愛さなんて全く無縁の女の子でした。今だと全くそうは見えないけど。可愛くなるために頑張っているところなんです。昔からテレビや雑誌に出ている可愛いアイドルに憧れていて、でも空手のためにその気持ちは抑えていたんです。そっか。じゃあの道着を着てた時のゆかちゃんが昔のゆかちゃんの雰囲気なんだね。あの凛とした表情、かっこよかったにゃ。かっこよかったですか？心が落ち着いてて強そうで、話しかけても集中してたし、拳とか蹴りとか
空手とかじゃなくて、人として強そうだった。雑念を捨てて己の心の弱さを克服する、それが空手の一つの要素です。迷いや雑念を捨て、静かな心で曲と向き合えたら、もしかしたらさっきみたいなかっこいい表情でパフォーマンスできちゃうかも。そっか。はい、私見えました。私の中にこんな一面が眠っていたなんて。それに気づけたのもお二人のおかげです。今日は本当にありがとうございました。そうだ、またみんなが困った時は一緒に道場に行きましょうね。そう、それは遠慮しておくにゃ。ポカポカ、いい天気だ。しいたけくんのビタミン D も増えるし、ひなたぼっこもたまにはいいな。スパコイな、のんびりいいですね。レッスンお疲れ様でした。今日もハードでしたよね。お疲れさま。疲れたな。けど私はまだよくわからん。ゆかさんは変わったけど。今日のゆか、とてもクールでした。どうしてそんなに変わりましたか？何かありましたか？昔の空手をしていた頃の自分を思い出して踊ってみることにしたんです。そうしたら意外とうまくいったみたいです。昔の自分？はい、昔の自分が力をくれたって感じでしょうか。可愛いアイドルになるためには空手と離れなきゃって思ったこともありました。でもそうじゃなかったんです。昔の自分がいたから可愛いアイドルになりたいって思うようになったし、今回の曲だって自信を持てるようになったんです。私にはよくわからないです。翔子、どうですか？私もわからない。私の昔はキノコでぼっちでメタルだ。どれも世間ではクールじゃないと思う。いや、むしろみんなから見向きもされない。だからこそ好きでいても誰にも何も言われないと思ってた。まあアイドルになって好きな衣装と好きなメイク、それに好きな曲を歌ってってしてるとかっこいいって言われることもある。たまに。けどそれはメタルを歌っている時だけだ。私がかっこいいというか、メタルがかっこいいというか。そっか、今回は曲がメタルじゃありませんからね。そうだ、安直ですけど翔子ちゃんには
自分がかっこよくなれそうな場所って何かありませんか？ゆかさんの道場みたいなか？うーんうーんあ、思いつきましたか？もしかしたらあそこなら。行ってみましょう。何か見つかるかもしれません。うん、すぐそこだよ。ここはストー？プロデューサーの机の下ですね。なぜここに？ふふ、ここはね、今や大事な思い出の場所なんだ。インディビジュアルズの最初の場所。しょうこちゃんとののちゃん、ミレイちゃんのユニットですね。3人の曲とってもかっこよかったです。いや、でもあれは熱い曲。今回はクールさが必要だよね。あ、そっか。うん。でもユニットの活動で分かったことがある。みんなで成功するために自分を変えてもいいんだって。それでしょうこはいいのですか？うん。本当に大事なところ以外なら構わない。私がかっこよく歌ってもメタルが歌えなくなるわけじゃない。だったらみんなやプロデューサーのために変わるんだ。じゃあ今回変わるところは。ボソボソ喋らなかったりヒャッハーせずにいるとかっこよく見えるらしい。仲間たちにそう言われた。そうなんですか？聞いてみたいです。例えば自己紹介とか。自己紹介か。うん、できる気がする。ではしょうこ、見せてください。おほん。いやあ、星翔子だよ。今回は今までと違ってクールなパフォーマンスに挑戦してる。私でもそんな一面を見せられるって証明してやるから、見逃さないでくれよ。かっこいいですよ、しょうこちゃん。はあ、いつものしょうことは違う人みたいでした。あ、戻っちゃった。もっと特訓が必要だな。でもこういう感じで演技するイメージで自分をコントロールしてやれば。はい、きっとクールなパフォーマンスに近づくはずです。よし、じゃあ頑張る。2人ともありがとう。頑張って歌うよ。思い乗せてな。みくちゃん、
きゃいけないのにはまだ納得いってなくて。そうか。ミクちゃんは自分を曲げるのは嫌なのか？嫌に決まってるにゃ。ここまで積み上げてきた猫キャラなんだもん。ミクは自分を負けないよ。やってるなとか言いつつ、しっかりレッスンはこなすあたりプロだよな。なおちゃん、お疲れ様。まあやりたいこととやるべきことは別だし。おっとなあ、そうだ、衣装の仮デザインが届いたみたいなんだ。2人も一緒に行かない？怖いけど行ってみるにゃ。もしかしたらフリフリでキュートでニャンニャンなデザインかもしれないし。だよね。おー、いいじゃんいいじゃん。こういうの私大好物です。かっこいい。おお、今までとは違うクールな一面を見せるにはこれ以上ないくらいふさわしい衣装だ。ちなみにこの衣装、猫耳はつけてもですよね。まあ元気出してミクちゃん。キノコ食べる？元気の子。キノコは遠慮しとく。でもありがとう。はあ、これはいよいよ覚悟決めなきゃだにゃ。今日はお疲れ様。お疲れ。いろいろ考えてたら寝不足。まあ今日はレッスンだけだし気分転換になるかな。って感じでさ、ミクは結構悩んでるみたい。っていうかユカもショウコもか。まあ2人は何か掴んでたみたいだけどさ。あれはナオちゃんとピーちゃん？何話してるんだろう。新しい一面を見せろってことだったけど、確かに今まで挑戦してこなかった曲、絡んでこなかったメンバー、今までとは違う雰囲気にはなってるかも。あれ？でもさ、私ってもともとこういう曲を歌うイメージじゃん？新しい一面って見つけられなくない？そうなのかな。自分じゃわかんないや。ああ、それでミクだよ。大丈夫かな。新しい一面見つけるって猫キャラ取り上げるってことだろ。根拠が全然わかんないんだけど、まあミクだし大丈夫か。ちょっとミクだしってどういうこと？どちら様ってミクかよ。どっからどう見てもミクでしょ。ほんとビビるわ。全然わかんない。なあ、写真撮っていい？はい、ポーズ。ってちょっといきなり撮らないでってば。そんなことよりピーちゃん、今の言葉もう一回聞かせて。
仕方ないな。そう言われたらなんとかやるしかないし、まだどうしたらいいかわかんないけど。今のミクでいいんじゃないか？今の？制服着て街中にいるミクってアイドルの時と全然別人じゃん。それに前からうすうす思ってたけど、普段のミクって可愛いっていうよりむしろクールだろう。そんなことないよ。下手くそか。ちゃんと自分を分析してキャラ出し入れできるってすごいじゃんか。頭いいって感じする。そうだよ。そのクールで真面目な普段のミクと猫キャラのアイドルミク、ギャップもあるし結構イケてると思うぞ。ギャップ？なるほど。ここでバシッとかっこよく決めておけば、後でニャンニャンした時にさらに美味しくなる。わかったよ、ピーちゃん。ミク、今回猫語は封印。クールでかっこいいミクをみんなにお届けするにゃ。現金だな。しかも早速猫語使ってるし。っていうか、ここでそんな大声出したら。ほら、気づかれちゃったじゃん。どうも失敗にゃ。新たな一面か。考え事ですか、なお？考え事ってほどじゃないんだけどさ。ほら、これ見てよ。この写真は制服の女の子。これもしかしてミクちゃんですか？そうそう、私最初見た時全然わかんなくてさ、人ってのはみんな別の一面を持ってるもんだなって思って。そうですね。私もしょうこちゃんもかっこいい自分っていうのを見せられるって今回のお仕事を通じて気づけました。なおの別の一面、かっこいい部分はありますか？どうなんだろう。あるといえばあるし、ないといえばないけど、まああんまり気にしてないよ。私自身をかっこいいと思ったことはないけど、可愛い服を着せられるよりはキリッとした歌が得意だし、今回の曲だって私は全然不安じゃない。逆にみんなが不安に思ってる分、私が先陣を切ってパフォーマンスしなきゃって思ってるんだ。なおちゃん、すごいです。頼もしい。かっこいいなおちゃんですね。そうか？なおの新しい一面ですね。みんなの前に立って私たちを導いてくれるなお、見たことありませんね。ああ、言われてみれば。そうだよ。今回私をいじるやつがいないから、なんつうか物足りない？違うって。そうじゃなくて、そう、新鮮な感じがする。こういうのもいいぞ。はい、今回は 100% 頼もしくてかっこいいなおちゃんでお願いします。おお、任せろよ。アーニャ？私
私はどうですか？アーニャちゃんは5人の中で誰よりもクールな感じです。ポーズを取るだけでバッチリ決まってかっこいいです。クールに見えますか？アーニャは自分のことをどう思ってるんだ？私、クールですか？自分では違うと思います。アイドルのお仕事でかっこよくしなきゃって思ったことあんまりないですね。笑うとファンのみんなも笑ってくれます。プロデューサーもかっこよくしろと言いません。でも他の人からはそう思われるのはきっと見た目のせいですね。アーニャちゃん、冷たい。何を考えてるのかわからない。何度か言われたことあります。だからいきなり演じるのは難しいと思ってました。そっか、アーニャも不安だったんだな。ごめんなさい、私そんな風に思ってるって知らなくて。ゆか、あなたは悪くないです。私、わかりません。自分ではダメと思っても周りの人はいいと言ってくれます。でも本当にそれでいいですか？新しい一面になっていますか？そこに正解があるかはわからないけど、私が見つけたような自分を見つめられそうな場所、アーニャちゃんの思い出の場所とかってありませんか？思い出？北海道、ロシア、思い出はいろいろです。なら北海道行くか。アーニャのふるさとだろ。何かあるんじゃないか？何か見つかるかはわかりませんけど、なお冗談下手ですね。いきなり行くなんて無理やりすぎませんか？いやいや、最初っから無理って決めつけることないじゃん。そりゃ時間やお金や他のお仕事の調整とかいろいろあるかもだけど、でもそんなことよりアーニャのことが大事だろ。プロデューサーさんだって分かってくれるよ。多分だけど。だから冗談じゃないって。アーニャ、北海道行きたくないか？しばらく帰っていませんから、行くことができたらとても嬉しいですね。だよな。よーし、そうと決まったら楽しみにしておけよ、アーニャ。なおちゃん、アーニャ、ピーちゃん、気をつけて行ってきてね。向こうは涼しいと思うから風邪ひいちゃダメだよ。おう、ちゃんとお土産買ってくるからな。でもお魚はやめてね。カニならオッケーにゃ。ああ、クール便で送りますね。到着。まさか本当に北海道での仕事を手配してくれるとは。やるじゃん、プロデューサーさん。ファッシ
ショエスパシーバ。ありがとうございます、プロデューサー。北海道にまたお仕事で帰ってこられるなんて。アーニャのその顔を見られただけで十分だってなあ、プロデューサーさん。わかってるって。地元のラジオ出演と CD ショップ巡り、スチル撮影だよな。ちゃんとするな、アーニャ。なお、ありがとう。プロデューサーにお願いしてくれて。礼なんていいよ、仲間だろ。それに今回の私は頼れるナオちゃんだからな。さ、行こう。はい。とても懐かしいです。離れてから時間はそんなに経っていないはずなのに、とっても。アーニャはアイドルになる前は北海道にいたんだっけ？だあ、もともと日本で生まれましたね。それからとても小さい時にロシアに行って、そしてまた10歳の時ロシアから北海道に戻ってきました。だから言葉はうまくなかったです。ママは日本語を教えてくれましたけど、パパはロシア語。どちらも上手ではありませんでしたね。そうだったのか。大変だったんだろうな。引っ越しの苦労に言葉の苦労に、多分それ以外にもいろいろと。そうですね。初めましての人とうまく話せなくて大変でした。私、半分は日本ですけど、みんなロシアの人だと思います。仕方ないです。言葉もうまくありません。見た目も日本人らしくはないですね。イズビニーチェ、ごめんなさい。なお、悲しい気持ちにさせてしまいました。でもアイドルになって今は違いますね。ファンの人たち、アイドルの仲間たち、スタッフの人たち、それにプロデューサー、みんながいます。だから今はとても温かい気持ちです。昔は一人でした。パパにもママにも言えなくて、とても悲しくて寂しかった。でも寂しくなるほどみんな近づいてくれませんでした。怖い、冷たい、そう思われていましたね、きっと。あの頃のこと今でも思い出します。寂しい思い出。アーニャ。さっきのアーニャ、グッとくる顔してたよ。かっこいいなって思った。かっこいい？なぜ？多分さ、いろんな思いとか大変な経験をしてる人って、そういう積み重ねが味になって表情に出るんじゃないかな。そういうものでしょうか？
私はそう思ったし、何より今のアーニャの表情、私は好きだ。アーニャにしかできない顔だし、そんなクールな表情はアーニャだけのものだ。それにさ、ちゃんと伝わってるよ。アーニャが寂しそうにしてる時だってみんな分かってる。大丈夫、もう今はみんな怖いなんて思わないって。もし怖いなんていうやつがいたら私が説教してやるからさ。ナオさんに任せなさい。ナオありがとう。私もう大丈夫です。私だけの、アーニャだけの顔、かっこよく見せられますね。おう、きっとアーニャは誰よりもかっこよくなれる。私は確信したね。でもアーニャにとってかっこいいのはナオです。確信しました。私が？そうか？じゃあ私たちかっこいいコンビってことで。だあ、かっこいいコンビ。ありがとう、ナこれが北海道で撮った写真ですか？アーニャちゃん、アンニュイでいい表情ですね。ナオと一緒だから撮れました。二人もとてもいいことを話していますね。昔の自分があって今の自分がある、そう気づかせてくれた曲だ。キリ決まってるだろ。ショーコ、クールな話し方とてもうまくなりましたね。クラサウチイケメンです。おはよう。みんな何見てるんだ？おはようございます。音楽雑誌ですよ。私たちのインタビューが載ってるんです。おお、どれどれ？みんないい顔してるじゃないか。来るとき街中で PV 流れてるのも見たけどさ、みんなクールにキンメキメ。最初の不安は何だったんだってくらい。一体どうなることかと思いましたけど、でもなんとかいい形で発表できたかと思います。キノコアイドル、クールな新境地、冷やしキノコが始めました。みんな集まってるね。さあピーちゃんピーちゃん、早く例のもの見せてあげて。おはよう。例のなんだプロデューサー。そうにゃ、今回の曲に関するお手紙いっぱい届いてるんだって。ですもこんなにたくさん、とても温かいです。みんなの気持ちが。肉当てのはこれだ。ネクサスのクールなミクちゃんも素敵です。もうやっぱりどんなミクでもみんなメロメロにゃ。
あれだけ猫耳つけないのは嫌だって言ってたくせに。あれはそう、すでに過去のミクの言葉にゃ。今は今のミクだからもういいの。ミク、もう猫耳はしないですか？そうなのか。寂しくなるな。勝手に終わらせないでほしいにゃ。今のミクは猫耳なしだけど、明日からのミクはまたニャンニャンアイドルで行くから、そこんとこよろしくにゃ。それでこそミクちゃんです。私もまた可愛いアイドル目指して頑張りますよ。それに今度は可愛い曲もやりたいです。じゃあその時は猫耳つける？っていうか、なんなら今からでも。いっぱいあるよ。実はとても興味あります。でも一人じゃ。なおちゃん、ご一緒にどうですか？以前そういうお仕事されてましたよね。あれはアニメのコラボで、素の私じゃ絶対やんねえかな。そんな。ゆか、では私がつけます。あーにゃんだにゃん、どうでしょう？似合いますか？かわいい。あーにゃん完璧だにゃ。ミクも負けずににゃん。ずるいよなあーにゃは。笑い顔も可愛いんだからこんにゃろ。これもアーニャちゃんの新しい一面かもしれませんね。よーし、じゃあ私も。ゆかさん、新しいことがしたかったらメタルやってみるのは？メタル？でも私可愛いのが。フェイスペイントあるし、せっかくだからみんなでやってみるっていうのはね、ミクちゃんも。やらないにゃ。猫耳キュートなアイドルがクールでかっこよくって、さらにはメタルでヒャッハーなんて盛りすぎだから。